ひなチャンネルへようこそ。どうも加藤ひなたです。はい、今日はですね、食べ過ぎた次の日のリセット法を紹介していきたいと思います。多分ね、これあんまり出したことないと思うんですけど、なんか食べ過ぎた次の日に断食すればよくないっていうね、考えの方が多いなって私がその SNS とかコメントとか見て思ったので、その断食は絶対ダメですっていうことを伝えたくて今日は動画にしたいと思います。まあでもね、全部一緒っていうのは無理だと思うので、そのできる限りできる範囲内で真似してくれたりとかしてくれたら嬉しいなって思います。ということで、まずはプロテイン飲みますここでいいか、こういう感じ。はい、まずプロテインを作るんですけど、そのプロテインを朝飲む理由、朝起きて飲む理由なんですけど、その寝てる間って食事できないじゃないですか。その時に筋肉に必要な栄養素がなくなっちゃうので、なので朝一起きてプロテインを私は摂取してます。はい、おなじみのゴールドスタンダード。これ今回は、モカカプチーノ味ですね。コーヒー味なんだけど、めっちゃコーヒー味も美味しくって今回はコーヒー味です。なんかいつもね、2スクープ2スクープ飲んでたんですけど、なんか朝ちょっと気持ち悪くなりがちになっちゃうなって自分で思ったから1スクープにしてます。入れて、これ4つね線があるんですけど、それの真ん中だね、真ん中ぐらいで 300ml ぐらい水を入れます。でこのままだとぬるいので、私は氷を入れてシェイカーして飲みやすくするのと、氷を入れるとダマになりにくいっていうのと、冷たいとその吸収率が上がるので、私は氷を入れて飲みます。で女の子って振る力が弱いんで、本当にダマになりやすいんだよこれが。なのでこうじゃなくて、これにちょっとなんか横の動作をこう一瞬入れてあげるとめっちゃいいです。じゃあいただきます。はい、ごちそうさまでした。ということで、このままね朝ごはんを食べるのはちょっとねほうってなっちゃうので、ちょっと時間を置くために私はパソコンで何か作業します。お風呂入ったりとかもねします、よく。でその後に朝ごはんを作るんで、また後ほど。ちょっと待って、ちょっと待って、今日はメイクしてるんですけど、撮影してるから。けど風呂上がったらいつもねルーティンでも言ってるビタミン C を飲みます。はい、ではではね、朝ごはん今からね作っていきたいと思います。チクチクチュチュチューン、チュチクチュ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 。今回使う材料たち、人参とブロッコリーとアスパラとレタス。まあまあ普通のサラダやんって思うじゃないですか。これがねめちゃくちゃ美味しくなるんですよ。もうやばいの本当に。だから真似してみて作ってみてね。じゃあいきます。まずね、このブロッコリーとアスパラがコストコで買った冷凍のものなんですね。なのでこれを鍋にお湯を、突っ込んで、これを解凍していきます。そしてコストコのこのアスパラとブロッコリーはめっちゃおすすめで、ブロッコリーとかアスパラはこれぐらいの量を使います。これでさ2日3日ぐらいさ私持つからさ、めちゃめちゃコスパよきよき。はい、じゃあ次はレタスを切っていきます。レタスはこれをね一枚一枚剥いて洗って重ねてみじん切りしていきます。はい、そしたらこれを 2,3 枚取って、もう適当な感じで玉ねぎみたいにねみじん切りしていきます。これちっちゃいとねよくねソースが絡まってねめちゃめちゃ美味しいんだよね。したらボウルに移します。レタスはね食物繊維がすごい多く含まれてて、便秘解消にもいいし、でビタミン E もねたっぷり入ってるからお肌にもねめちゃめちゃいいんだよね。じゃん、こんな山盛りできました。みじん切りにすると量も多く見えるからめっちゃハッピー。じゃあ次はね人参をみじん切りしていきます。ピーラーで皮を剥いて、人参も食物繊維がたっぷりで紫外線のね予防をしてくれる働きがあるんだって。いいよ、朝に食べるとめちゃめちゃ良き。人参はねあんまりみじん切りしなくても大丈夫。めんどくさいしね。これぐらいのブロックの方が食感があって噛み応え抜群で美味しかったです。はい、こんな感じでね人参とレタスが終わったら
ブロッコリーとアスパラをジャーって流して、で、これまたカットしていきます。アスパラはね、こういう感じでちっちゃく輪切りみたいな感じでしていってください。はい。で、ブロッコリーは、普通にこういう感じで、こう、縦にこう切ったら、その後軽く、ささ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 ってたら終わり。ブロッコリーはね、美肌効果とか、あとね、脂肪になりにくくしてくれたりとか、むくみ予防にもなるので、とってもおすすめです。あと、めちゃくちゃ美味しい。できました。見て、こんなに大きいボウルなのにめちゃめちゃ大量。これはもう完成で、その次にドレッシングを作っていきます。このね、ドレッシングがもうめちゃめちゃ美味しくって、今見てくれたみんなだけ特別に教えるぜってぐらい、もうめっちゃおすすめなんで、ぜひ作ってみてください。はい、まずね、リンゴ酢を 60g 入れます。そしたら、蜂蜜を 60g。で、次にこのシラチャーソースってやつ、こういうパッケージね。これは成城石井に売ってました。これがね、この今回の美味しい鍵。チリソースみたいな感じのものなんだけど、これがね、本当に美味しくって、少し入れるだけでめっちゃ美味しいドレッシングになるので、これね、本当に美味しいんで、一度はもう買ってみてください。で、ニンニクをちょっと微量、1センチくらい入れます。で、生姜も1センチくらい。よし。ブラックペッパーを1つまみ。パラ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 っと。で、最後にオリーブオイルを 50g ぐらい入れます。じゃーん。こんな感じで入れたら、これをね、かき混ぜていきます。こんな感じに混ぜられたら完成です。で、これを私は、ここのね、こういうタッパに入れます。で、サラダは、これに私は入れています。どっちも IKEA で買いました。やばい。ロースト豆腐を忘れてしまいました。この木綿豆腐を切ってローストしていきます。はい、じゃあね、こういう感じでオリーブオイルをちょっと引いて、で、このね、ブロック型の豆腐をこう焼いていきます。いや、これね、肝心なんですよ。クリーミーさがね、サラダに出るんで、超肝心なのに、すっかり忘れてたね。はい、こんな感じで焼き目がついて水気がね、取れてきたら OK です。はい、完成しました。こんな感じ。まあちょっとね、時間かかるんですけれども、2、3日ほどね、持つので、全然私は作り置きとしていいかなって思います。で、さっき作ったドレッシング、あんまりかけすぎずスプーン1杯ぐらいを、ジャーっとやれば、マジで十分です。よしよし、できた。いただきます。これがね、マジで美味しくって、これがね、もうマジで美味しくって、本当にもうこれ何回も作ってインスタに上げてってやってるんですけど、マジで美味しいんですよ。うまっ。細かく切ることによって本当にかさ増しがすごいし、で何よりもう食物繊維めちゃめちゃたっぷりなんですよ。いや、このロースト豆腐がマジで合う。はい、ごちそうさまでした。はい、こんな感じで朝ごはんを終了して、で次にまたお仕事とかして、でお昼ご飯をまた食べるときに動画撮りますね。はい、お昼ご飯の時間だ。お昼はね、これ今ワンプレートをね作ってたんですけど、なんか説明するあれもないかなと思って、これはもう作ってあるんですけど、今回ねみんなにも真似してこれ作ってほしいなっていうのがあって、オートミールのチーズおかかおにぎりなんですけど、それを今から作るので、ぜひ皆さんも真似して作ってみてください。よし、作っていくぞ。いい？はい、まずオートミールをね 40g 入れて、でこれをね米化したいんですよ。米化っていうのは、水分量が少ない本当にお米みたいな感じになるよっていうことなんですけど、お水を 50cc から 60cc でも測るのがめんどくさいって方は、私みたいにこんな感じでお水がね見えないくらい入れて、なんかこうやってちょっと混ぜるんですよ。これ全体的に水を含ませれば OK なんで、したらこれを1分半から2分チンします。そしたらそれ待ってる間にこのねベビーチーズを切っていきます。私はねカマンベール入りが好きなんでカマンベール入りを使うんですけど、めんどくさいので私はこのまま、私はねこのちっちゃいんですけど、このままこういう感じでちっちゃくね細かくねブロック状態に切っていきます。これねほんと簡単でねめちゃめちゃ美味しいのよ。続けることが一番なんでね、こういう感じで大雑把にやっていきましょう。こんな感じでチーズを切っていきます。おにぎりにするんで、このサランラップを用意して、あらかじめこういう感じで下に引いておきます。
そしたらこんな感じでお米みたいな感じになるんですね。これができたらこういう感じでサランラップの上にバーッと広げちゃいます。でここにチーズとおかかと醤油をねちょっと垂らしていきます。したらこれをここでねこうやってこう混ぜて三角の、よしおにぎりオッケー。簡単すぎー。じゃじゃーん、これで完成です。めっちゃ美味しいから。これはただ鶏胸のささみを焼いて切っただけなんですけど、これをバーベキューソースにつけて食べるとチキンナゲット食べてる感じになるんですよね。本当にそれがもうめちゃくちゃ美味しいから、すっごいね脂質も少ないし、これもね脂質ゼロなんだけど、脂質なしで食べれるのにめちゃめちゃ満足できるから本当におすすめです。ぜひ真似して作ってみてください。じゃあ食べよう。はい、いただきます。チキンがね、これがねつけて食べるとね、つけて食べるとうまっ。チキンナゲットじゃんこれ。美味しい。でサラダはさっきのやつですね、そのまんまで、タンパク質にめっちゃ栄養価のある卵を食べます。でオートミールおにぎり、これがね本当に美味しいんですよ。うまっ。チーズと醤油とオートミールがめちゃめちゃ合う。これみんな作ってほしいです。美味しい。うまい。めっちゃ美味しい。グシャチイエイイエイイエイ。ちょっとね仕事したらトレーニングやります。でトレーニング前にプロテインを飲んで、トレーニング中に私よく BCA 飲むんで、その後に夜ご飯を、食べます。ということでまた夜ね。はい、トレーニングをするので、プロテインとでこれを飲んだらトレーニング中に BCA を飲みます。はい、じゃあトレーニング行ってきます。ハロー。はい、夜ご飯です。じゃん。夜ご飯はねホッケと朝作ったサラダなんですけど、ホッケがね本当になんか2切れでね398円ぐらいで、それ安いんですけどタンパク質もねしっかりとれて、魚なのでいい脂質なので、よくね私はホッケを食べるんですけど、水でジュッてやってから焼くとねなぜかふっくらするからやってみて。ということでいただきます。本当にね美味しいのよ。3食サラダ食べてるじゃないですか、全然飽きない。いやーホッケちゃんがうまっ。ジューシー。はい、ごちそうさまでした。はい、という感じで私の食べ過ぎた次の日のリセットご飯はこんな感じ。何が言いたいかというと、本当に食べなさすぎたりとか断食したりとか糖質を抑えすぎたりとかは良くないです。リセットご飯って言ってるんですけど、そんな私日頃と対してあんまり変わってません。これにプラスプレートがもう1個追加されるか、それかオートミールが増えてるかぐらいでほとんど変わってません。急にね食べないってすると体にね本当に良くないんですよ。なので絶対ね成長期の中高生の子とかね特にやめてほしいのと、女性の方もね絶対にねやってほしくないなって思います。どうしてもめっちゃ完食したいって言ったら、このオートミールポップコーン作ってみてください。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう一口って食べるだけではぁ満足ってなるんで、本当にねぜひ作ってみてほしいです。 URL はこっちか、こっちに載ってますんで、ぜひ作ってみてください。あともう一つ言いたかったのが、その太ってもうどうしようって確かにパニックになっちゃうのもわかるんですけど、むしろその食べた分が次の日のトレーニングのパフォーマンスが上がったりとか、もうパワーになるんで、もうめちゃめちゃいいことだと思ってください。それもしね太っちゃっても女性らしいボディがまためちゃくちゃメリハリボディが作れるっていうのはめちゃくちゃいいことなんですよ、本当に。なのでそう思ってプラスに考えることと、あと体重を気にしすぎない。ダメ、気にしすぎたら歩いてるだけでここで見えてるわけでもないし、脂肪と筋肉って重さもね全然違うし、体重が重くても引き締まってる方もいっぱいいるので、体重ではなく本当に見た目でちゃんと食事をとる。そうすると髪の毛とか肌とかめちゃめちゃ綺麗になるし、とってもいいです。なのでみんなね断食とか絶対ダメだよ。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。ではではおつひな、バイバイ。ひなチャンネルのお悩み相談 LINE アットができました。イエーイ。人それぞれねダイエットの悩みは違うので、その時の自分に合ったダイエットのおすすめを紹介していくよ。ダイエットで壁を感じてしまっている人、モチベが上がらない人はよかったら使ってみてください。ではではおつひな、バイバーイ。
There's a